はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。私ちょっと前に防水仕様でかつ増設して容量を増やせるっていうポータブル電源いろいろ使ってみたんですけども、同じメーカーから今度は大容量で全部入りだけど増設もできてかつ卒フィットとめちゃくちゃ相性のいいスケジュール機能っていうのを搭載した機種が出るっていう情報をいただきましたので、いろいろ使ってみたいと思います。でもちろんただ使ってみるだけじゃ面白くないので、いつも通り実用量や充電速度、電気の波形や無停電機能とかもいろいろ試してみたいと思います。で、今回使ってみる機種や測定に使っている機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、興味がある方いらっしゃいましたら見てみてください。で、スケジュール機能卒フィットとめちゃくちゃ相性いいので、後で詳しく原理を説明したいと思います。で、今回使ってみるのがこれ Bluetooth 社製ポータブル電源 AC200L っていうやつですね。で、スペックはと言いますと、容量が2048から最大 8192W 時、定格出力は 2000W、 電力リフト機能使用時は 3000W、 バッテリーの種類はリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、充放電サイクルは約3000回以上、ソーラー発電入力は 1200W、 これ 145V までいけますね。で、重量は約 28kg っていう風になってます。でも結構リン酸鉄リチウムイオンバッテリー主流になってきたので、サイクル回数3000回以上とか安全性が高いといったところではもう驚かないですね。で、容量のところが最大 8192W 時ってなってるんですけども、これ B300 っていうやつを2台増設することで容量を増やすことができます。ちょっとこれも後で試してみますかね。そして気になるのがソーラー発電入力が 1200W までいけるっていうところですね。容量 2000W 時クラスでこれだけ入れれるのっていうのは結構珍しいですね。それから入力電圧も 145V までいけますので、高電圧なソーラーパネルや直列接続、それから売電用のソーラーパネルとかも接続しやすくなりますね。何はともあれ中身出してみましょう。はい。で、中身出すとこんな感じですね。まず入っていったのが AC のコードだけ。これアース付きのコンセントになってますね。ちなみに本体に刺さる側はこれオリジナルっぽいコネクタですね。それからシガーソケットから充電するためのコード、それからソーラー発電用のケーブル、それからこれは XT90 用の拡張ケーブル、そして最後に取扱説明書です。で、中身すべて日本語で書かれてますので、これ迷うことなく使えるかと思います。それからこれ収納袋ですね。これにケーブル類入れておくとバラバラにならなくていいですね。では早速本体見ていきましょう。まずは正面からですけども、真ん中に液晶ディスプレイがあって、真ん中が残量パーセント、その下があと何時間使えるかの目安で、左側が DC 関連で右側が AC 関連、上がインプット、下がアウトプットっていう風になってますね。画面の下の方に USB ゾーンがあって、タイプ A 形状が2口でタイプ C 形状が2口ついてる感じですね。その左の方に行くと、DC のアウトプット 12V っていうのが書いてありますね。で、下側の方を開けてみると、これ 48V って書いていて、キャンピングカーとかに接続できるやつみたいですね。そして右の方に行きますと、AC のコンセントが4口ついてます。で、右の方を開けますと、これ工作機械とかで使う大電力出力ですね。で、次は横を見てみますと、上の方に通風口があります。そして中覗いてみると、こっち側にはファンがついてない感じですかね。
それから下の方に行きますと、はい、DC の入力ポートと AC の入力ポート、それからエクストラバッテリーを接続するポートがついてます。で、次は裏側を見てみると、はい、見事に何もないすっきりしたデザインになってます。そして逆サイドの側面は、はい、中央に通風口があるだけです。で、こっち側を中覗いてみますと、はい、おや、ファンがないですね。ファンってこういうメッシュ状の近くに置くと風切り音が大きくなる特性があるんですけど、もしかしたら音静かになってるかもしれないですね。で、上側なんですけども、はい、物を置いてくれと言わんばかりの平らですね。で、こいつスマホに接続して状況確認や遠隔操作ができたりします。野外では直接スマホと接続しますけども、家にいる時とかは家の無線 LAN に接続して遠隔操作することもできます。で、今事前に接続してるんですけど、この画面で接続する機器をタップします。で、何が表示されてるのかと言いますと、左からソーラー入力とコンセント入力と DC と AC の出力、中央に残量パーセントが出ています。で、その下の DC とか AC とか書かれたところで、それぞれのオンオフをコントロールすることができます。で、右上の設定ボタンを押すとかなりいろいろ設定できます。まず一番上にユーザーマニュアルっていうのがあって、ここから直接ユーザーマニュアル見に行くことできます。それからこの下のクラウドっていうとこを押しますと、はい、Wi-Fi 経由でつなげるのか Bluetooth で直でつなげるのかを選ぶことができます。ちなみにこれ Wi-Fi につなげると外出先からとかもコントロールすることできます。そしてこの操作モードっていうところを押しますと、4つのモードがあるんですけども、この時間優先モードっていうのでスケジュールを設定することができるようになります。で、これは後で実際にやってみたいと思います。そしてこの充電モードっていうところは、標準、高速、静音モードの3つを選ぶことができます。そしてその下にグリッド自己適用モードっていう風に書いてるんですけども、グリッドの電力が不安定な場合でも正常に充電できるようになりますって書いてますね。それからその下は電力リフトモードのスイッチで、このエコモードっていうのは電力を使ってなかった場合の電源がオフになるまでの時間の設定ですね。で、ここは画面が消えるまでの時間の設定、そして高度な設定っていうところを押してみますと、AC 出力の周波数の切り替えと充電する時の電力の上限値を切り替えることができるみたいですね。はい、スマホで遠隔操作できるっていうことは、つないである機器も遠隔操作できるはずですね。というわけで電気スタンドを 100V に接続してスマホから電源をオンにしますと、でちょっと読み込みに時間かかるんですけど、はい、つきましたね。これで離れたところに置いた機器を遠隔でオンオフすることができるようになります。はい、じゃあ卒フィットするとなぜ損をするのかっていうところなんですけども、はい、まずは電力のグラフを書いてみました。縦軸に電力量、そして横軸に時間、これ1日のタイムスケジュールっていう形になってますね。じゃあこの時にソーラー発電っていうのがどんな感じで推移するのかと言いますと、はい、朝日が照り始めるとだんだん発電してきて、太陽が一番上に昇る12時くらいに発電量がマックスになります。そして日が傾いていくにつれてどんどん少なくなっていって、日が落ちるとゼロという形になりますね。では今度は消費するときはどうなるかと言いますと、はい、でこのブルーの部分が電力を消費してるっていうイメージなんですけども、自家消費っていうのは常に何か電気機器動いてますので、ずっと使っているような状態になるんですね。でただ細かくはですね、夕方とかにちょっといっぱい使ったりとかすると思うんですけども、今回ちょっと便宜上ですね、平均化して書いております。
で、この時に卒フィット前はどうなってたかと言いますと、はい、一番高く売れてた時でですね、契約した人は48円とかでこれ電気売ることできてたんですね。というわけで、自分で使ったやつの余った部分、この上の部分ですね、この上の部分を48円で電力会社に買い取ってもらうことができてたんですね。で、電力買う時の値段ですけども、はい、今値上がりしたりとかですね、なんちゃら賦課金とかで結構上がってますので、大体30円としますと、30円で買うのに対して48円で売れるので、これは自分で使うよりもですね、売った方がお得っていうことになるんですね。では、卒フィット後はどうなるかと言いますと、はい、固定買取期間が終了するとですね、売電価格が一気に下がります。で、ここ電力会社によっても違うんですけど、例えば5円でしか売れないとなったとしますと、はい、これですね、ここで余った分売ったとしても5円でしか売れないので、あんまりお金にならないんですね。というわけで、二足三門でしか売れないここの部分がもったいないですよということになるんですけども、はい、じゃあどうすれば卒フィットしても損をしないのかと言いますと、この二足三門でしか売れない5円の売電のとこですね、この期間に充電して、簡単に言うと蓄電ですね、蓄電して、その蓄電した電力をどっかで使ってやればお得に使えるんじゃないかということでですね、はい、ここで登場するのがポータブル電源ですね。で、この5円でしか買い取ってもらえない余った電力を一旦ポータブル電源に貯めてしまいます。そしてですね、ソーラー発電が終わって夜の電力を買っていた時間帯になった時に、はい、このポータブル電源に貯めた昼間の電気を使うとですね、もともと30円で買っていた電気代が、はい、貯めたものを使うので0円になるんですね。で、これもちろんソーラーの発電能力とか、蓄電量とかにもよるんですけども、はい、フルにですね、貯めて使うことができれば0円も夢じゃないかなと思ってます。で、まとめますと、最低限この余った電力ですね、この時間帯だけ充電できれば、なんとかですね、ポータブル電源貯めることができて、お得に使うことができますよということになるので、はい、この時間帯だけですね、自動で充電してほしいんですね。はい、じゃあ実際にこのスケジュール機能を使ってみたいと思います。で、設定方法なんですけども、はい、先ほどの設定画面からこの動作モードですね、ここ時間優先モードに切り替えまして、で6パターン設定できるんですけども、はい、これ一番上をタップして充電開始時間を朝の9時、そして充電完了時間を夕方の4時に設定します。はい、これでもう自動充電の設定完了ですね。では定点カメラ置いて、本当にこの時間でちゃんと動いているのかどうか見ていきたいと思います。はいはい、だいぶ明るくなってきて、もうすぐ9時になるんですけども、はい、今ジャスト9時になったんですけども、あれ、まだ充電始まらないな。あれ、何か設定を間違ってたのかなと。もうすぐ1時間、10時になったら動き出しましたね。ちょっとスマホの時計が狂ってるのか、この画面に映ってる時計が狂ってるのか、ちょっと1時間誤差出ちゃいましたけども、はい、ちゃんと充電開始しましたね。で、今は実験なので充電速度を 300W に制限してます。では少し早送りしましょう。はいはい、4時を待たずに 100% になっちゃいましたね。ただ今回電源入れっぱなしですので、待機電力でちょっと減ると思うんですけども、はいはい、今 99% にちょっと減った分がすぐに充電されましたね。そしてもうすぐ4時になるんですけども、はい、4時になりましたね。たださっき開始するのが1時間ずれてたので、多分終わるのも1時間ずれてる気がしますね。今ちょっと充電されましたね。というわけで5時が過ぎたんですけども、これで充電止まってるはずなんですけども、はい、98% とかに減っても充電始まらないですね。
というわけで設定した時間だけ充電するっていう動作確認できましたね。次は一体こいつ何がどれだけ動くのかやってみたいと思います。まずは USB ですね。ここにつながるだけ線をつないでみます。まずは USB Type-C をスマホに接続して、はい、充電できてますね。次は10インチくらいのタブレット、これも差し込みますと、はい、電気がついてちゃんと充電できてますね。次は自動首振り機能付き扇風機、はい、ここに接続すると、はい、LED が点灯して充電中になりましたね。次は卓上加湿器、これも USB を差し込みまして電源を入れますと、はい、ちゃんと動いてますね。 USB 関係は今この4台が同時に給電されてる感じなんですけども、この時の消費電力はと言いますと約 30W。 まだまだ全然余裕ですね。次は 12V 系ですけども、使ってみるのはこれポータブル冷蔵庫です。こいつマイナス20度まで冷やすことをできます。これを DC の差し込み口に差し込んで、はい、ちゃんと動いてますね。せっかくなんで最低温度のマイナス20度で運転します。では冷蔵庫を追加したら何ワットになったかと言いますと約 60W。 次はこのちっちゃい電気毛布、これをのれん分けコネクター使って接続して電源を入れます。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい約 80W。 はい、次は 100V 系ですけども、使う機器はこれポータブルスポットクーラーの感激くんです。でコンプレッサー積んでる機器って結構動かせないポータブル電源多いんですけども、果たしてこれは動かせるかなと。では電源入れてみます。はい、だんだん音が盛り上がってきましたね。ちゃんと動いてるみたいですね。ではこの時の消費電力はと言いますと合計で約 180W くらいですかね。はい、まだまだ余裕ですね。次につないでみるのが超小型セラミックファンヒーター。これちっちゃい割に結構電力食うんですよね。ではこいつを接続して中で運転します。はい、風が出てきましたね。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい合計約 780W。 まだ大丈夫そうです。次は家庭用のカーボンヒーター。ではこいつを接続して電源をオンにして最強運転にします。ではこの時の消費電力はと言いますと合計約 1600W。 はいはい、いい感じになってきましたね。で次につがいてみるのがこのカーボンヒーターで、これかなり省電力なモデルなんですけども 200W400W 切り替えて使うことできます。ではこれを 200W にセットします。この時の消費電力はと言いますと、はい合計約 1760W。 もうちょっといけそうですので 400W に切り替えます。ではこの時の消費電力はと言いますと合計で約 1960W。 ここら辺が潮時ですかね。というわけでいろいろつないできたんですけども、まずポータブル冷蔵庫と電気毛布、それからポータブルスポットクーラーの感激くん、そして全力運転の超小型セラミックファンヒーター、そして 400W 駆動のカーボンヒーターで家庭用のカーボンヒーター、そして USB 機器が小型扇風機とタブレットとスマホと卓上加湿器。今これら全部の機器がこのポータブル電源1台で全て動かせていますね。で今回試してないんですけども、こいつ電力リフト機能っていうのを搭載していて、これをオンにするとですね電圧を制御することで
最大 3000W 相当の電気製品を使えるようになるっていう機能が搭載されてます。次は騒音測定してみたいと思います。今ファンが高速回転するはずの約 2000W で動いてるんですけども、この状態で1メートル離れたところの騒音はと言いますと、約40デシベル。騒音レベルとしては閑静な住宅街の昼や図書館内と同じくらいの騒音値です。ちなみにファンの排気口がある方向からも測ってみたんですけども、これほとんど変わりませんでしたね。いや、これめちゃくちゃ静かだな。ちなみに何もない部屋の暗騒音は約39デシベルです。はい、じゃあ次は AC100V のところから本当は何ボルトが出てるのか測ってみたいと思います。で、使うのはこれ、ちょっとごっついテスターです。これを挿して測ってみますと、ほぼ 100V ぴったり。というわけで日本のコンセントと同じ電圧ですので、ほとんどの機器は安心して使えるかと思います。はい、次はですね、100V から出ている電気の波形を測ってみたいと思います。で、使うのはこれ、オシロスコープですね。で、電気の波形は大きく分けると制限波、疑似制限波、区形波っていう3種類があって、制限波っていうのが家庭用コンセントに来てるような綺麗な波で、疑似制限波と区形波はなんとか制限波に近づこうっていう風に頑張ってるような波形ですね。で、制限波はほぼ全ての電化製品使えるんですけど、疑似制限波や区形波は結構使えない家電があったりします。特にコンプレッサー積んだ電動機なんかに区形波を入れるとぶっ壊れる可能性が高いので注意が必要です。で、今何してるのかと言いますと、これ専用に作成した端子台にプロボを接続して電気を取り出そうとしているところです。ちなみに 100V の波形の測定って危険なので、自信のない人はやらない方がいいです。では早速 AC100V の電源を入れています。波形が出てきましたね。で、どうなってるのかと言いますと、間隔狭くて分かりにくいのでちょっと大きくします。かなり大きくしたんですけども、変なガタガタとかなくて綺麗な波形ですね。これだけ綺麗な波形が出ていれば大概のものは問題なく使うことできますね。で、下の方に出ている 59. 点ちょめちょめっていうのが周波数ですので、今 60Hz が出力されてるって感じですね。ちなみに周波数は 50Hz に切り替えることもできます。で、こいつ無停電装置 EPS とか UPS って呼ばれるやつですね。その切り替え速度測定してみたいと思います。ちなみに無停電装置って何なのかと言いますと、普段は壁コンセントから電力を取っていて、停電した瞬間に内部の電源に切り替えて、停電してもそのまま使い続けることができるっていう機能ですね。で、今壁コンセントから給電されている形なんですけども、この状態でコンセントを抜きますと、で、今ポータブル電源から電気が給電されていて、オシロスコープの方にも変化が計測されているはずなんですけども、真ん中の方にちょっとピヨっていうのが出てますね。じゃあちょっと拡大してみて、波形がおかしくなってるところが見えてきましたね。ではこのおかしくなっているところの間隔を測定してみますと、画面左下の一番上の項目デルタ X っていうところが切り替え速度になりますね。じゃあ何秒で切り替わってるのかと言いますと、20ミリ秒で切り替わっています。多分人間じゃほとんど感じ取れることができないような秒数です。ちなみに復帰する時の秒数も測ってみたんですけども、
正直いつ切り替わったのかよくわからなかったです。波形を拡大していくと波に変動があるところがあるので、このタイミングで緩やかに切り替わったのかなっていう感じですかね。無理やり測定してみるとここっぽいんですけども、3ミリ秒ということでほとんどわかんないですね。でこいつエクストラバッテリーを接続することで容量を増設することができます。で接続する機器はこれ B300 っていうやつですね。でこいつ最近発売された AC300 っていうやつにぴったりの大きさに作られてるんですけども、今回の AC200L にも接続できるような構造になってます。でこいつ面白いのが単独で DC12V を出力するシガーソケットがついていて USB-C と USB-A も接続できるようになってます。というわけでこいつ単体で電源オンオフすることできますね。そして横見てみますと、上の段に DC の入力ポートがあって直接ソーラーパネル接続して充電することができます。で下も入力ポートなんですけども別売りの AC アダプターとか接続して充電することもできます。で次は配線の接続ですね。この付属のごっついケーブルを使います。でもこれは何も考えることなく刺さるところに刺すだけですね。接続するとこんな感じ。若干横に飛び出してるケーブルが邪魔な感じですけど、これはしょうがないですかね。で今本体の方は残量 16% なんですけども、エクストラバッテリーの電源をオンにしますと本体の方の残量表示が 44% に増えましたね。というわけでこれで2台分が1台に統合されましたね。ちなみにスマホの方を開いてみますとバッテリー個別の残量っていうのが分かるようになってます。では充電ケーブル接続するとどういう挙動になるかと言いますと、充電が始まりましたね。で特にエクストラバッテリーに何%送ってるとか出てないんですけども、エクストラバッテリーの方のインジケーター光ってるので、同時に充電されてるって感じですかね。でスマホの方で詳細状態を見てみますと、本体もエクストラバッテリーも両方充電っていう風になってますので、これ同時に充電されてるっぽいですね。では電気を使うときはどういう挙動になるのかと言いますと、これもアウトプットが普通に 400W くらい出てますよっていう表示になってますけども、スマホの方で詳細見てみますと、本体の方もエクストラバッテリーの方も両方放電ってなってますので、電気を使う場合も両方から同時に使ってるっていうような感じになってますね。次は AC100V の実用量測定してみたいと思います。で測定に使うのはこれ 100V 用の電力量計です。電気を使う製品はこれ、さっきも使った小型カーボンヒーターではこれを 200W で稼働します。で実際何 W 消費しているのかと言いますと、本体で約 194W、電力量計で 197W っていう風になってるのでほぼ同じですね。ではこのまま時間を置いて見ていきましょう。そこそこ時間が経過したんですけども、ヒーターが停止して画面も消えています。では最終的に何ワット時使えたのかと言いますと、 1.75kW 時イコール 1750W 時使えたってことになってます。スペックからの変換効率を計算すると約 85%、
で、世の中70から 80% っていう製品が多いので、85% っていうのは結構いい数値かと思います。はい、では次は充電実験やってみたいと思います。実はこいつ超大容量なんですけど、めちゃくちゃ高速な充電機能っていうのを持ってます。では早速充電するんですけども、付属品の中には AC アダプターっていうのはついてません。じゃあどうやって充電するのって言いますと、 AC コンセントのケーブルを直接本体に挿して 100V を入れて充電します。でこいつケーブルのコネクターが特殊ですので、そこだけ注意が必要ですかね。それでは電力量計を間に挟んでコンセントに差し込みますと、はい、入力電力がどんどん上がっていってます。はい、一気に 1130W まで上がりましたね。で電力量計の方もだいたい同じくらいの電力ですかね。ちなみに今高速充電モードで充電してます。それでは時間を置いて見ていきましょう。はい、表示が 100% になって充電完了してますね。では 100% になった時の経過時間はと言いますと、約2時間15分。かなりの速度で充電できています。ちなみに 80% までの充電であれば約1時間半で到達してるってことになってますね。でこれまでやってきた他の機種でも同じなんですけど、どうやら我が家のというかうちの地域の電力事情だと最高速出ない傾向がありますので、ちゃんとした電力環境であればもっと早く充電完了するはずです。ちなみに充電に使った電力量はと言いますと 2.38kW 時でした。次は大電力を出力した時に AC100V 何ワット時使えるのか測定してみたいと思います。で大出力モデルって結構大きなインバーターを積んでいるので、省電力を長時間使うのにはあまり向いてない可能性があるんですね。で使うのはこれ、以前使用した大容量ポータブル電源で、こいつ充電電力変えれるタイプですので最大の 1500W にして接続します。では今の消費電力はと言いますと、約 1500W で出力していますね。それでは時間を置いて見ていきましょう。はい、ぼちぼち時間が経過したんですけども、表示が 0% になっています。それでは最終的に何ワット時使えたのかと言いますと、はい、1.78kW 時イコール 1780W 時使えたってことになってます。先ほどの低電力の時が 1750W 時でしたので、大電力の方が 30W 時程度多く使えたってことになってますね。ここの差分が小さいということは、インバーターの変換効率が良い、または待機電力が小さいっていうことになりますね。はい、というわけでいろいろ見てきたんですけども、細かいところでまだいろいろ進化が続いてますね。やはりアプリを使って電源のオンオフや充電のスケジュールを細かく設定できるっていうのはソツフィットと非常に相性がいいですね。実はこの機能、昔使ってみた AC500 っていうお化けみたいな機種にも搭載はされてたんですけども、こういう 2000W クラスにも同じ機能が使えるようになるっていうのは非常にありがたいですね。あとかなり大容量のエクストラバッテリー B300 を追加で接続できますので、
後から容量増やしたいっていう時にも便利ですね。ちなみにこの B300 の上にぴったり乗る AC300 っていうのも発売されていて、セールとかやってるらしいので、もっと大出力が欲しくてもっといっぱい増設したいっていう人にはこっちの方がぴったりかもしれないですね。あと個人的にはファンの吹き出し口のところなんかちょっと工夫したっぽくて、音がめちゃくちゃ静かになってるっていうのはポイント高いですね。というわけで卒フィットで低価格でしか売れなくなった余剰電力を有効活用して電気代を節約したいっていう人、長寿命で高機能で静かで増設も可能なモデルが欲しいっていう人、あと災害対策やオフグリッド生活を考えている人にはぴったりかもしれないです。そして拡張性が高いので買った後にもいろいろ機能追加できるっていうのもいいですね。で、最新の価格情報やお得なキャンペーン情報っていうのが入りましたら下の概要欄でお知らせしたいと思いますので、ちょくちょく覗いてみてください。はい、これからもですねこの続きとか他にもいろいろ面白いものを作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それではこっちチャンネル GT ワークでした。